ペーパーのこの脇の部分からも下に落ちているのが見えますので、最初蒸らしとしてお湯をかけましてもやはり全然膨らまないですね。皆さんこんにちは、ニフコーヒーの小川です。今回はこの半分に切ったドリッパーにペーパーフィルターをしっかりとかませた状態で抽出してみたいと思います。以前上げたこちらの動画ですね。こちらではペーパーを使わずにこのドリッパーの下のところにスポンジやタオルをつけて中を見るということをやりましたが、その後にですね、やはり視聴者の方からペーパーをついた状態の完璧にハリオの V60 を半分に切った状態のものが見たいということで、いろいろ試行錯誤してみました。そしてうまくしっくりくるような感じでペーパーを半分につけることができましたので、これに粉を入れて抽出する映像を見ていただこうと思います。いろいろ苦労しましたがうまくいきましたのでご覧いただこうと思います。それではやっていきましょう。今回この半分に割ったドリッパー、これに紙をつけたやり方ですが、このようにやりました。普通にハリオ V60 の円錐形のドリッパーのこの普段は折り曲げる部分ですね、ここを切り取ってしまいます。でここを広げて半分にカットしますね。これで完全に扇形のものができます。それをここにはめます。そこまではいいんですけれども、ここですね、この脇から漏れないようにするっていうのは意外とこのままスポッとはめて粉入れてお湯を入れるとその粉とお湯の重さでぴったりくっついてくれました。で出口のところ、ここだけ少し工夫してあります。出口のところを少しセロテープで留めてぴったりさせてます。これをすることによって出口のところはしっかりとペーパーがありますけれども、ここが壁に密着するような形なので、これで模擬的に抽出の様子を見ることができるようになりました。それでは粉を入れて抽出していきましょう。粉を入れて抽出していきたいと思います。平らにしますね。使う豆はシティローストの豆ですね。で常温でだいたい2週間ぐらい経ったもので、膨らみはそこまで多いわけではないですが、そこそこ膨らむというような鮮度かなと思います。前回やった時よりも落ちはやはりいいですね。ペーパーのこの脇の部分からも下に落ちているのが見えますので、落ちが若干いい分ここにたまる量というのはだいぶ少ない印象ですね。それですけどやはり上にこの浮いているところっていうのはある程度層は浮いている状態になってくるという感じでしょうか。でお湯をかけるとある程度中が暴れるような感じになって、しばらくすると落ち着いて粉、液体、粉という感じになってますね。
でだいたいこれで1杯ぐらいの抽出量ですね。この辺やはり微粉が溜まってますが、抽出液の抜け道というのがペーパーとドリッパーの隙間ですね。リブがあって少し隙間がありますが、そこから落ちていくということで完全に詰まることなく落ちていくという、そういうような感じに見えますね。皆さん、このペーパーをつけて半分に切った状態の中身の映像いかがでしたでしょうか。これをやっているとだんだんといろんなパターンがこれはどうなんだろうって思い浮かんでくると思います。もう一つ実験してみたいと思うんですけれども、今まではある程度新鮮な豆を使ってきましたのでしっかり膨らんできましたけれども、今度は粉にひいてしばらく経ったものを使って全然膨らまないコーヒー豆の粉ですね、それを使ったらどういう見方になるのか見てみたいと思います。普段普通にドリップをしていると水たまりのような感じで浮いている粉が少なくて全部沈んでいるような感じになってきますけれども、実際どうなのか見てみたいと思います。動画の途中ですが少し告知をさせてください。この度ニフコーヒーでは新たに特別という新商品をリリースいたします。そして先行販売をクラウドファンディングの幕開けで行います。超早割で一般販売の 30% 引き、さらに幕開け限定少量で試せる特別お試しセットやニフコーヒー初めての方向けに普通、深入り、特別全て味わえるセットもご用意しました。先行販売は7月21日木曜日14時からです。とてもお得な超早割はおそらく当日中に売れてしまうと思います。これを機会にぜひニフコーヒーの普通、深入り、特別を味わってみてください。ページのリンクは概要欄に貼っておきます。ご支援どうぞよろしくお願いいたします。それでは動画の続きをお楽しみください。それでは今度はそこまで新鮮じゃないコーヒーの粉を使って入れていきたいと思います。新鮮じゃないって言ったら言い方変なんですけれども、粉にひいて2週間経ったものですね。ですのでこちらだと炭酸ガスはもうほぼ抜けきっているぐらいになってるかなと思います。もちろんコーヒーって油が含まれてまして、その油の中に炭酸ガスって溶け込んでるので完全に抜けるっていうところまではいかないんですけれども、大半のガスっていうのは抜けてる状態です。コーヒー普段家で入れてる方でしたらあまり膨らまない状態っていうのをイメージ湧くかなと思いますが、その状態です。それでは抽出していきます。最初蒸らしとしてお湯をかけましてもやはり全然膨らまないですね。こんな感じです。膨らまないコーヒーだとそうですね、この沈んでる豆が多い、それが一番大きな特徴かなと思います。先ほどよりも浮いている粉の層っていうのが薄くなって、その分下に落ちている状態ですね。で下にコーヒーの粉がどうしても多いので、やはりここが詰まりやすくなってだんだんお湯の落ちが悪いっていう感じでしょうか。
これで落としきっておしまいにしようと思いますが、よく見るとやっぱここら辺は微粉が詰まってきて、その上に少し粗めの豆があって、でその上に水面に浮いてたコーヒーの層っていうのがだんだん折れてきてくっつくと。なんで3層みたいな感じになるような感じなんですかね。で表面のところにはこの泡の部分が乗っかってると。12344層みたいな感じですかね。そんな感じに見えますね。はい、ではあまり膨らまない豆でやってみました。やはり最後の方は詰まってきちゃって、こうだんだんとお湯が落ちていく、そんな感じですね。微粉が結構多めな層と少し粗めのコーヒー豆がある層で、お湯が沈んでいくに従って上に浮いてたコーヒー豆の層っていうのが重なってくると、最後にこの泡の部分があるという感じですね。壁面はよく皆さんがご覧いただいているのと同じ状態ですね。こんな感じです。じゃあもう一つだけ実験したいと思います。お湯の注ぎ方ですね。今は円を描くように、半円ですけれども、このドリッパーだと半分のの字を描くような感じでやってましたが、一点に集中して中央だけ注ぐっていうやり方をしてみたいと思います。そうするとお湯の中はどういう動きをするのかっていうところですね。これもコーヒー豆は少し新鮮な豆を使ってやってみたいと思います。最後にのの字を書かずに中央だけにお湯を注いだ時の中の粉の動きを見てみたいと思います。手順としては、最初の蒸らしはコーヒー豆の粉全体にお湯が行き渡るようにお湯をかけまして、その後1点だけにお湯を注いでいく感じでやりたいと思います。コーヒー豆は全て同じくシティローストの豆を使ってやってますね。で今回使っている豆はかなり新鮮なものを使ってます。ちょっと手元にあるのが新鮮なやつしかなかったのですみません。そしたら中央だけに注いでいきます。なるほど。また全体にかけるのと違う動きをしていますね。お湯をかけているところだけ泡があって白くなっていて、でそのまま通っていってここにたまると。ここの層の粉はお湯に触れてるとはいえ直接お湯がかかってるわけではないので、動きは少なくて味の出方というのは弱いような感じですかね。はい、こんな感じでした。やはり注いでないお湯の浮いてる部分ですね、この粉というのが、この辺りと
この辺りぐるっとドーナツ状に一周している部分ですね。ここに直接水流が当たってないので、この味の出方っていうのは弱いのかなっていうイメージが湧きます。入ってしまえばもう中は暴れてしまうので、中の粉の状態としてはそんなに変わらないのかなっていうイメージはありますけれども、どうでしょうか。はい、皆さん今回の3つの検証いかがでしたでしょうか。こう半分に割ったドリッパーで中を見るという機会がなかなかないと思いますので、普段コーヒーを入れている人にとっては興味深い映像だったのかなと思います。せっかくこのドリッパーなかなか苦労して作りましたので、もしこういう入れ方を見てみたいとか、こういう条件だったらどういう動きをするのか知りたいっていうことありましたら、是非コメント欄に入れていただければ検証してみたいと思います。ドリッパー内の粉の動きを知ることによって、どうすれば味の出方がよりしっかりと出せるのか、どの部分のコーヒー豆が味が出てないのかっていうのが分かるかなと個人的には思ってやってみました。これを知ることによってちょっと普段のコーヒーの入れ方こうやって変えてみようかなっていうアイディアにもつながると思います。是非参考にしていただければと思います。今回の動画は以上にしたいと思います。参考になったとかニフコーヒーを応援したいと思っていただけましたら、是非グッドボタンの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録や先ほど申し上げた通り質問やリクエストありましたらコメント欄へよろしくお願いいたします。また動画の途中であったと思いますが、幕開けで特別の先行販売も行いますので、よろしければそちらもぜひご購入いただければ嬉しく思います。それでは以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コスパ抜群の最高級スペシャリティコーヒーはニフコーヒーネットショップで販売しています。詳しくは概要欄よりご覧ください。